世界一面白いアクション RPG を作る。これを人生のメインクエストに掲げております。はい、高と申します。今回はですね、弱い敵キャラについてちょっとお話ししようと思うんですけど、例えばポケモンだったら最初の草むらに出てくるコラッタとか、ドラクエだったらスライム、ソウルシリーズだったら亡者ですね。折れた直剣とかを持ってるタイプの一番弱い亡者。あんな感じの敵に関してちょっと話していこうと思うんですけど、とはいえね、敵の強さって結構その作品ごとにばらつきがあるじゃないですか。プレイヤーの運動性能とか、ゲーム開始時点でのプレイヤーの強さみたいなところもかなりゲームごとにね、ばらつきがあると思うので、うちのチバツではね、一番弱い敵キャラクターでも、ちょっとね、例えばそのソウルシリーズの俺直亡者とかと比べると少し強めにしたいなと思いながら作っている節があります。でもね、これ別に絶対この強さじゃなきゃ嫌なんだみたいなしょうもないこだわりがあるわけでもなく、それこそね、今回の動画のコメント欄の状況とか、それから講談社内でのね、テストプレイの映像を見返したりとか、あるいは体験版出した後以降なんかはね、実際の皆さんの反響だったり、実況者さんの動画とか、配信なんかを見つつ、柔軟にね、もっと弱くしたりとか、あるいはもっと強くしたりすることなんかもあるかもしれません。毎度のことながらね、進捗共有させてもらう動画に関しては、どうしてもね、開発途中の映像っていう感じになってしまうので、ここからね、いかようにでも変わることができるという点を踏まえてね、見てもらえればなと思います。今回弱キャラを作っていく上で意外とね悩んだポイントっていうのがあって、それがどこかっていうとキャラクターの見た目なんですよね。例えばそれこそ亡者だったりとかゾンビとかみたいな人外の敵、もともとは人間だったんだけど人外になってしまったような敵とかだと結構ね弱々しい見た目にしたりすることも可能だと思うんですけど、うちのチバツではね設定上最初に出てくる敵とかもどうしても兵士というかね、徴兵的なもので戦に駆り立てられたね、もともとは農家だったりとか大工だったりとかそれぞれ別の仕事してたと思うんですけど、その中でもね比較的健康で屈強な男子たちが、集められて兵士として働いていると、しっかりね兵士としてバリバリ鍛えてきたようなキャラたちは強キャラとしてね後々出てくることにはなるんですが、今回お話しする弱キャラに関してはそういった背景の人たちが、敵として現れるという感じになってます。なのでねちょっと見た目どうしようかなっていうのが、結構悩んだんですよね。いろいろ昨今ね人の見た目とか扱いっていうところに関してはセンシティブな要素もあったりするので、ちょっとその辺にもねいろいろ悩んだりはしたんですが、今回のキャラに関してはねこんな感じの見た目にしてみました。スキンヘッドでね上半身裸のコアモテのおじさんキャラですね。このキャラね正直リアルで出会ったらね、僕だったら1フレで強キャラ判定してしまうと思うんですよ。道とかですれ違う時もね絶対肩とかぶつからないようにしようって必要以上にね距離を空けて避けたりするタイプのリアルだったら強キャラだと思うんですけど、今回うちのチバツではねちょっと弱キャラとして、採用しようかなという運びになりました。リアルとゲームで180度変わってくるところが面白いですよね。見た目のポイントとしてはね防具がちょっと貧弱っていうところがあります。やっぱりね強キャラほどどんどん防具が豪華になっていって、革製の全身装備だったりとか金属製の全身鎧っていう感じでステップアップしていくんですけど、今回は一番弱いキャラということでかなり肌の露出が多いスタイルになりました。続いて武器に関してなんですけど、メイスを選択しました。これもね、キャラの見た目と同じで、メイスとか片手土に対して恨みがあってね、弱い武器にしてやろうとか、そういうつもりは全くございません。ちょっと話脱線するんですけど、斬撃武器と打撃武器のモーションの違いって結構ね、表現するのが難しくて、打撃武器の方がなんというかね、殴ってるような感じ。例えばこのモーションみたいな感じの表現に寄せてて、ちょっとね、やっぱり剣と違った感じのモーションが必要になってくるところなんですけど、ご存知の通りね、うちにはモーションデザイナーがいなくて、全てアセットっていうね、有料の素材で、一部ね、僕自身が改造して手を加える場合もあるんですけど、手持ちのね、打撃武器用のモーションっていうのがかなり少ないんですよね。特に片手で扱うタイプのこういったメイスみたいな片手土のモーションなんかは多分一番少ないんじゃないかなっていうレベルだったんですよね。そこを逆手にとって今回はモーション数が少なくても成り立ちそうな弱キャラとしてね、このモーションを大切に使っていこうというような考えで武器の選定を行いました。で、実際の戦闘に関してなんですが、基本的にね、攻撃の発生を遅めにして、しっかりと予兆が見れるような感じのモーションスピードに仕上げています。唯一ね、この蹴りのモーションだけちょっとだけ早めにして、アクセント的な感じにしています。体力もかなり低めなので、左上連撃っていうね、コンボの仕組みを利用すれば、基本的にワンコンボで倒しきれるような HP と
というパラメータ設定になってますね。ただまあこの手の弱キャラってやっぱりね複数戦とかでも使い勝手が良かったりするので、他に敵がいるような状況でね、どうしてもねこいつにだけ集中できないような時にコンボをミスったりしてワンコンボで倒しきれなかった場合は、一応ね繋がってない攻撃に対してはアーマー付きの攻撃でね割り込んでくるように仕上げてみました。弱キャラでもねアーマーを持ってる瞬間があるっていうのはちょっとねライズオブ P に似てるところがあるんですけど、うちのゲームはねプレイヤーの動きがめちゃくちゃ速いんで、実はこのアーマー中に手を出しちゃったような瞬間でもガードがね間に合ったりだとか、それこそパリーしてねさらに攻撃を重ねていくっていうこともできるようになってます。特にゲーム序盤なんかはねこのパリっていう要素がめちゃくちゃこのゲーム大事なので、それをチュートリアルしてくれる先制的な意味合いでもね、このアーマー付きのため攻撃は非常に重要になってくるかなと思います。ため攻撃はね基本的に発生フレームがめちゃくちゃ長くて、あと予兆となるね白い閃光のエフェクトついてるので、じっくりと見極めてねこのキャラとの戦闘でパリっていう要素をしっかり学んでいってほしいなと思います。ちなみにこの白い光付きのため攻撃に関しては別にガードもできるっちゃできるのでね、スタミナは結構失ってしまってノックバックもね非常に大きくするんですが、ノーダメージでねしっかりと仕切り直すことはできるようになってますので、最初の敵キャラとしてはねこのくらいのレベル感がちょうどいいのかなと、千罰というゲームにとってはですけどね、いう風に現状考えてます。もしよければね皆さんの考えとかもコメント欄で共有してもらえるとありがたいです。最後にちょっとおまけの話なんですけど、実はね結構前から待機の仕組みがちょっと変わってまして、通常のねボッタチ待機モーション、ボッタチアイドルモーションだけじゃなくて、他にもねこういうしゃがんで座って敵を待ってるようなモーション、プレイヤーを見つけると立ち上がって戦闘を開始したりとかっていうようなことができるように実はなってました。これ便宜上ね開発では特殊待機状態っていう風に呼んでるんですけど、実装の意図としてはね、例えば洞窟とかだったらなんかこうカンカンね鉱石を採掘してるような特殊待機で待たせておいたりとか、そういう演出的な使い方もできますし、例えば曲がり道なんかでねプレイヤーを見つけた瞬間襲いかかってくるような待ち伏せみたいなこともねこの特殊待機の応用ですることができます。これらのために今特殊待機っていう仕組みができてますと。で今回ですねこの弱キャラ実装にあたってその特殊待機の中でもねめちゃくちゃシンプルな待機モーション、なんかこう手持ち無沙汰で暇そうにしてるような感じのモーションね、このアイドルモーション5種類をランダムで再生するっていう仕組みを入れときました。これによってねもうかなり戦闘が始まる前の敵をねじっくり観察する機会、そんなないかもしれないんですが、なんかこう人間臭さがねかなり出たんじゃないかなと思います。アイドルモーションがね一つ終わるごとに確率でね次のモーションが選ばれるんですけど、11% の確率でね選ばれる、ちょっとレアな待機モーションで、これね頭を触るモーションがあるんですけど、今回のスキンヘッドの弱キャラにねめちゃくちゃよく合ってるモーションだなと思います。この頭を触るアイドルモーションがねもし仮に2回連続で選ばれたりすると、11%×11% なんでだいたい 1% くらいですか。結構レアですね。というわけで今回この辺で終わります。お疲れ様でした。